皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は優しさというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんの国では優しいという言葉はどんな意味を持ちますか？人に対してあの人は優しいよねというとき何をもってそう判断しますか？今日は日本人のちょっと面白い優しさの判断基準を紹介しようと思います。まずこの本の中で著者の森さんが紹介している面白い優しさの測り方をご紹介します。森さんは約束をどう実現するかを見るといいと提案しています。そもそも約束を守るのは当然のことで、それができない場合は優しさ以前に人間として失格であるとまでかなり強い言葉でこの本では書かれていますね。例えば午後1時の待ち合わせ、森さんは少し早めに行って相手が何分前に来るか観察してみてくださいと言っています。1時を1分でも過ぎるのはもう遅刻で問題外、失格って言っていて、ちょっと強いよね。1分前はほとんど優しくない。5分前は優しい。10分前に来てくれたらもっと優しいっていう風に言ってますね。何分前に来るかであなたに対する優しさが測れるという考え方です。これはものすごく日本的な価値観だと私は思いました。皆さんはどう思いましたか？で、これはビジネスの場合も同様だって森さんは言っていて、なぜかというと締め切りより早く仕事を仕上げる人は単に作業が早いだけではなくて、自分が早く終われば次の工程、ステップの人が楽になると考えていると。つまり相手のこと、次の人のことを考えているから優しいということになると言っていますね。私は仕事だと1時間とか1時間半ぐらい早めに待ち合わせ場所に行きます。その近くのカフェで時間まで待つことが多いですね。プライベートだと5分ぐらいかなと思います。でも毎回遅れる人っていますよね。そういう時は私も相手に合わせてわざと少し遅れていくように調整しますね。恋愛関係だと、連絡もなく、彼氏が2回、3回続けて遅刻してきたら、4回目の時は私は時間になったらもう帰っちゃうかもしれませんね。私に対する、敬意がないなって思ってしまいます。日本では時間を守らないことは単に遅いだけではなくて、相手に対する信頼そのものがなくなってしまうことにもつながっていきますね。例えば皆さんが観光に来た時に問題になりうるケースだと、レストランの予約とかかな。19時に行きますって言ったら、その時間には必ず行った方がいいですね。日本人はそれを単なる予定ではなくて、語弊があるかもしれませんが、一種の契約として重く捉える傾向があるからですね。守って当然のものだと考えているので、それをね、破られると相手への信頼が大きく揺らいでしまうことがありますね。もちろん、電車が遅れてたりして、どうしても間に合わないこともありますよね。そういう時は、遅れると分かった時点で、電話一本するだけでかなり印象が変わりますね。日本では、時間を守るという行為そのものが、私はあなたを尊重してますよというメッセージとして受け取られやすいということです。日本語講師をしていて面白いのが、日本に住んでいる方は5分前ぐらいにレッスンの部屋に入ってくるんですね。一方で、日本以外に住んでいる方は時間ちょうどか、ちょっとね、
1、2分過ぎてから入ってくることが多いんですよ。多分、世界のスタンダードは時間になってから、あるいはちょっと過ぎてからなのかなって私は思ってます。皆さんの国では待ち合わせ場所には何分か前に行きますか？それともちょっと過ぎてから行くのがマナーでしょうか？時間を守ることは優しさと関係がありますか？ぜひコメントで皆さんの国の感覚も教えてください。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。